サトレプスによるマレーシアでの海温度差発電の開発と人材育成について、特に海温度差発電の近年の開発動向を交えて、佐賀大学の安永が発表いたします。まずは海温度差発電の特徴、ポテンシャル、開発状況を見ていきましょう。海温度差発電とは、海の表層付近と600から1000メートル水深の温度差を利用して発電する再生エネルギーです。海水の温度は天候によって急激に変動しないため、地熱発電と同じように安定した発電が可能です。例えば、小規模の電力グリッドへの送電も可能であるため、離島や島しょ国のベース電源として利用することが可能です。取水した海水を利用して発電だけでなく、海水を真水に変える海水淡水化もでき、深層の海水は冷たい低温性だけでなく、細菌が少ない清浄性、海の食物連鎖の栄養源となる無機栄養塩が多く含まれている不栄養性という特性があり、水産業や農業、化粧品、空調など幅広い産業に利用することができます。つまり海温度差は島嶼地域における持続可能な電気、水および食料を供給することができます。海洋の温度差を利用した発電である海温度差発電の日本国内のポテンシャルを見ていきましょう。国内の海洋エネルギーの中では、潮流、波力、海流に比べてエネルギーポテンシャルが格段に大きいことがわかります。また表層と深層の海水の温度分布を見ると、表層の海水が暖かい地域、つまり南の海域で発電ポテンシャルが高く、電力管区別の発電ポテンシャルで見ると、沖縄には国内の4分の1以上が存在しています。海温度差発電の世界のポテンシャルを見ると、赤道付近ほど海域が赤い色で示されており、発電ポテンシャルが高いことが示されています。つまり1000メートル程度の深さがあり、表層の海水が暖かいほど発電ポテンシャルが大きいと言えます。現在の世界各地での海温度差発電の開発計画を見ると、ポテンシャルが高い地域で実証試験や建設計画が行われていることがわかります。では、いくつかの建設済みの実証試験装置を見てみましょう。左の写真は沖縄県久米島町の海洋深層水研究所の敷地内に設置している沖縄県海洋温度差発電実証試験装置です。2013年から運転を開始しており、現在は 100kW の発電容量があります。右はアメリカのハワイ州コナの海洋エネルギー研究センター内にある 105kW の実証試験装置です。2015年に稼働しています。次にバージに搭載して実証試験を行った 1000kW の発電容量がある海温度差発電装置です。韓国のプサン沖で2019年に実証試験が行われており、その後太平洋にあるキリバスに設置される計画になっています。現在は実証試験だけでなく、国際海洋温度差発電協会が設立され、約38カ国から300人以上の人が会員として登録しています。この協会では、海温度差発電に関する情報提供、国際的な研究開発、実用化の推進、国際シンポジウムの開催と支援などを実施しています。次に、サトレップスによるマレーシアでの研究内容を紹介します。サトレップスとは、地球規模課題対応国際科学協力プログラムの略称で、国立研究開発法人科学技術振興機構 JST 並びに国立研究開発法人医療研究開発機構 AMED と独立行政法人国際協力機構 JICA が共同で実施している発展途上国の研究者が共同で研究を行うプログラムです。今回ご紹介する研究の課題は、マレーシアにおける革新的な海温度差発電の開発による低炭素社会のための持続可能なエネルギーシステムの構築であり、2019年度から5年間かけて実施する計画です。マレーシア国内において、マレーシアモデルというマレーシアに特有な海洋深層水を資源として経済的に優れた利活用方法を確立することが目的です。本事業では技術開発だけでなく、
人材育成や社会実装を目指して政府間の取り組みを行っています。特にハイブリッド型の海温度撮影の開発が技術開発の中心になります。実施体制は社会実装を見据えて日本及びマレーシアの3学間で行います。日本は佐賀大学、マレーシアはマレーシア工科大学がそれぞれ代表となり、各国の取り組みを取りまとめて事業を推進する役割を担っています。ではなぜマレーシアだったのか。海温度差発電は略してオテックと呼ばれており、マレーシア工科大学では東南アジア唯一のオテックに特化した研究センターが2013年に設立されており、人材育成のための基盤がしっかりしています。佐賀大学海洋エネルギー研究センターはマレーシア工科大学のオテック研究センターが設立されて以来、交流協定の締結を行い、学生を継続して日本に招聘するなど、多くの教育的交流や技術協力を行っています。マレーシアでの開発は、開発後も東南アジア諸国に対する取り組みの中心拠点になり得ます。また、マレーシア東部には4から12ギガワットの大きな発電ポテンシャルが存在していることが分かっています。ではもう少し海温度差発電の技術開発の側面を掘り下げていきます。海温度差発電では、表層と深層の海水の温度差を利用し発電を行い、海水を淡水化して増水し、海洋深層水を資源として水産業などの他の産業に利用する多段利用が検討実施されています。発電ではクローズドサイクルという低い温度で沸騰する流体を作動流体として循環させて発電し、発電後の海水を利用して海水を淡水化し、海洋深層水の他の産業への利用を行うことができます。この現在のクローズドサイクルを利用した発電では、独立した発電と海水淡水化の組み合わせになります。本事業で開発しているハイブリッド型オテックは、この発電と増水を一体型にした発電方式です。基本的技術は、増水はインドにおいて実用化されており、発電は久米島を代表とする実証試験で立証されて確立しています。表層の海水は低い圧力で蒸発し、その水蒸気が発電での熱エネルギーの供給となります。この発電と増水をつなぎ合わせるプレート式熱交換器の技術が今回の中心的な開発ポイントになります。このハイブリッド型オテックの特徴は、発電と増水をつなぐプレート式熱交換器です。特に海水を直接熱交換器に通水せず、水蒸気として利用しますので、生物汚れが付着しにくく、耐海水性のチタンよりも安価な材料を利用することが可能です。さらには、海水に比べて水蒸気が水に変わる凝縮する際の熱移動の性能は高く、電熱性能の向上、別の言い方をすると、熱交換器の電熱面積を小さくすることが可能です。本事業では 3kW と小規模な実証試験装置をマレーシアのポートディクソンにあるマレーシアプトラ大学の研究所内に新しく建設する建屋内に設置します。現在は日本における組み立てまで完工しており、今後マレーシアに向けて輸出する予定です。次にサトレプス事業でのマレーシアの研究者の人材育成について紹介します。人材育成における教育としては、マレーシア国内での教育と日本における講義やトレーニングを行っています。マレーシアでは、マレーシア工科大学において、オテックに関する基本的知識の教育、質量エネルギーバランスの計算方法、熱交換器計算のための電熱工学などの講義を施行しています。日本においては、オテックの基礎技術と海洋深層水の複合利用についてのトレーニングを行っています。具体的には、佐賀大学海洋エネルギー研究センターのオテック実験設備での基礎教育、久米島にあるオテック実証試験設備での実運用などの教育、海洋深層水の利活用の視察をもとに、マレーシアに適した海洋深層水の利活用などの検討を行っています。日本におけるトレーニングの様子をもう少し詳しく紹介します。
佐賀大学海洋エネルギー研究センターは佐賀市、伊万里市、久米島の3つの拠点があり、伊万里サテライトでは 30kW と 15kW のOTEC実験設備、熱交換器の試験装置、海水淡水化の実験装置などがあります。日本におけるトレーニングでは、佐賀大学海洋エネルギー研究センターの実験設備の基礎教育として、OTECの基礎となる熱力学や電熱工学の講義、実験装置を視察し、運転方法、データ解析などの学習を行っています。その後、沖縄県久米島に移動し、100kW 実証試験装置、海洋深層水利用設備の視察や参加者によるマレーシアモデルの検討及び発表を行い、マレーシアでの海洋深層水の利活用方法を検討するための基礎知識の構築を行っています。本発表では、サトレプスによって佐賀大学海洋エネルギー研究センターとマレーシア工科大学海温度差発電研究センターの研究者を中心に、世界初のハイブリッド型海温度差発電の試験装置を共同開発するとともに、人材育成を行っている内容を紹介いたしました。特に日本における教育は重要であり、日本での海温度差発電と海洋深層水の教育は、久米島にある沖縄県の 100kW 海温度差発電実証試験設備や海洋深層水利用実態の視察によって体感することができるため、マレーシア研究者にとって非常に有益で貴重な体験となります。今後も継続して実施することで、多くの研究者の教育に活用したいと考えております。以上で発表を終わります。ご清聴いただきありがとうございました。